はい、皆さん、こんにちは。本日はですね、反出生主義と自然淘汰という、そういうお話をしていきたいと、そういうテーマのお話をしていきたいと思います。で、なぜこの話をしようかなと思ったかっていうと、いろいろネットでこの反出生主義のことを調べていると、その反出生主義に対して自分の遺伝子を残せないのは、生物としての負け組だとか、こういうやつはいずれ自然淘汰されていくんだ。だから、なんか、わらわらみたいな感じで、返答しているアカウントというか、そういう個人がいるっていうのは、いくらか見受けられて、それに対して一つ、言いたいことというか、どこから訂正しようかなっていう話があるんですけども、こう人多くの人っていうのは自分の遺伝子とか、遺伝子の遺伝とか、うーん、こう生物の種族としての生存、生物の進化っていうものに対する捉え方を何か誤解してるからこそそういう思想になってしまってるんだろうなって思って、実はそういう考え方してしまうのは、生物学っていうものを正しく理解できていないよという、そういう、話も含めてそういうことを、伝えたくて、この動画撮ってます。で、具体的にどこをどう間違っているのかっていうと、これ歴史とかもそうなんですけど、大前提、この生物の生存っていうのは、何ですかね、その、個体だったり種族が正しい選択をした、強かったから生き残って生存しているわけではないんですよね。たまたまその環境の中で、環境が先なんですよ。で、個体とか種族は後なんですよね。その遺伝子が後なんですよ。でその環境の中で、有利に働いた特徴を持つものが、結果的に、残っていっているみたいな状況を思い浮かべてほしいんですけども、ポケモンみたいに自分から進化していく。こいつはこういう特徴を持っているから強いとか、そういうものじゃなくて、どちらかというと集団の中のある特徴を持ったこの集団というか統計の中の集団の中の結果みたいな感じなんですよね。つまり環境依存なわけですよ。で、環境が違えば、例えばその環境が違えば、今の環境で生存してきた生物だったり種族っていうのが生き残れてなかった場合もあるし、そういう進化というものを何か適応みたいな感じで日本語だと表すんで、何かのポケモンみたいに進化していったみたいなイメージを抱いてしまう人が出てくるのは仕方のないことなのかもしれないですけど、個体にとっては進化というものは選べない選択であり、環境によって取捨選択されるものなんですよね。簡単に言うと、難しいな。とにかく多分、こういうやつは淘汰されるんだとか言ってる人の考える、何ていうんですかね、
生物学、進化生物学っていうのはこう間違った捉え方をしてるんですよ。で、これは遺伝子の話も一緒で、例えばこう子供を産まない選択をした人たち、反出生主義だったりチャイルドフリーの人たちに対して、こいつらは遺伝子を残せない負け組だ、自分の遺伝子を残せない負け組だみたいな表現の仕方をする人がいるんですけども、これ自分と遺伝子、これ自分の遺伝子っていう表現の仕方してますよね。で、遺伝子っていうのはDNA とかのそのタンパク質、もちろん自分という体よりは小さいから、この自分が所有しているっていう風に人間はすごく勘違いしがちなんですけども、この遺伝子があって自分があるんです。逆なんですよ。だから自分の遺伝子っていう表現は本来のこの物質的な成り立ちにおいてはおかしな表現なんですよね。遺伝子によってできた自分ならありっちゃありなんですけども、自分の遺伝子はこなんていうんですかね、成り立たない、成り立つように無理やり人間社会はこう認識してるんですけども。だけど本来は成り立たない話。自分っていう存在は、全ての、なんていうんですかね、ものの後に出来上がるわけですよね。こう、人間が初めて自分っていうものを強く認識できるのは、科学的にも、1歳ぐらいからで、0歳児だとこの自分の手が動いている手が目の前に来て、こう自分の手にびっくりするとか、そういう現象があるんですけども、事実こう自分というものが出来上がるこう段階っていうのを振り返ってみると、父親と母親が交尾して、精子と卵子が結合して、この子供の元が発生して、母体の中で母親が外部から取る栄養っていうものを、子供に送れるような形で変換して、その栄養を子供が受け取り、そこで成長していき、出産してこう外の世界に出て、0歳児として誕生して、そこでも母親が外部から取った栄養を分解というか変換して、母乳として、もしくは粉ミルクとかもそうですけどとして、栄養を与え、そしてだんだんと離乳食だったりこう、現実の世界で扱われる物質食品っていうものを得ることで、その赤ちゃんっていうのはどんどん成長していくので、成長する上でもいろいろ外部からの情報、音だったり、知識だったり文化だったりルールっていうものをこう吸収していった結果出来上がるのが自分なんですよ。でその自分が出来上がる前に遺伝子はそこに存在してるんですよね。だから簡単な話、僕は反出生主義者なので子供は作らないです。だけど僕が持つ遺伝子は他の誰かも持っているんですよ。僕の遺伝子の特徴、同じような特徴の人はレアなのから普通に誰もが持ってるような遺伝子も含めて他のみんな持ってるんですよね。つまり簡単に言うと僕の遺伝子をこの世に残せないなんてことは子供が産まなくても起きないわけなんですよね。で基本的にそれが遺伝子というものだから、遺伝子っていうのをこう自分が持ってるんじゃなくて、この種族でどちらかというと種族でこう共有されているものであって、この遺伝子を
残すためっていうふうに人間は繁殖というものを解釈している節があるんですけども、実はそれはそのこう繁殖というある意味人間が感じる恥ずかしい行為に対する妥当な言い訳でしかなくて、本来はこうあなたの遺伝子はあなたのものではない、遺伝子があなたを作っているのであって、あなたは遺伝子を所有してないという言い方の方が正しいのか。遺伝子の結果、遺伝子とかその外部の情報を受け取った結果、外部の栄養を受け取った結果、自分、あなたというものがあるのであって、決してあなたは遺伝子を所有していないっていう、少し難しいかもしれないですけど、そういう現状というか、事実がわかると思うんですよ。で、ここまで言うと、なんかすごく子供を産まない人だったり、産まない選択をした人だったり、反出生主義の人たちに対して、自分の遺伝子を残せない負け組だったりとか、こいつらは自然淘汰されるみたいな、ことを言ってるのですごくアホらしくなってきませんか？だって前提がそもそも間違っているわけですから。で、淘汰って言っても、例えばなぜ今まで反出生主義っていう思想が淘汰されなかったのかっていうと、反出生主義者になる遺伝子があるのかどうかわかんないですけど、多分ないと、そこまでその具体的なところに導く遺伝子っていうのは、ないとは思うんですけど、それに近いものがあったとしても、なぜそういう、人たちが今まで淘汰されてこなかったのかっていうのは、その反出生主義に対してどうせこいつらは自然淘汰されていくやつらなんだっていうふうに言う人たちは多分考えずに言ってると思うんですよね。実際そのなぜ反出生主義が古から今までそういう思想が続いているのかっていうと、ただただ生まれてきた人が、素直にその事実というものを観測すると、そういう結論に至れたからであり、実際反出生主義の人は子供を産まないからとか、子供を産まないという選択した人は子供を産まないから、その人はそこで死ぬかもしれないですけど、出生主義者の人たちが作る子供の中に、同じ思想を持つ人は絶対現れてしまうわけですよね。つまり淘汰されないわけですよ。なぜ淘汰されないかっていうと、その反出生主義が、社会だったりとか、これってどうなのっていうふうに投げかける、命とか子供を作ることに対しての倫理っていうものを、社会に投げかけたとしても、それに対してまともに合理的に返答できないっていう時代がずっと今まで人類が続いてるんですよ。だからこそ反出生主義だったり子供を作らないっていう選択をする人、そういう思想を持った人間が常に現れ続けている。なんていうんですかねなんか繁殖による思想の
想のこの受け渡しっていうか、伝播っていうのをこう何ていうんですかね、火、例えばキャンプファイヤーとか思い浮かべていただいたら分かると思うんですけど、キャンプファイヤーの木の上で燃えてる炎に対してこう薪をくべることによってその火が燃え続けるようにキープしますよね。それだと例えると、こう反出生主義だったり、そういう人がなんていうんですか、淘汰されないっていうのは、常に、こう火が消えそうになると、マッチとかこう着火剤を使って、着火剤とこう何か着火マンだったりこうライターとかを使ってこう火をつけ続けてる。だから実質そのキャンプファイヤーの火に薪をくべるのと同じように火をつけ続けてる。火が消えそうになったらまた新しい火を付け加えるっていう風にしてるんで、結果的にどちらも同じように火が燃え続けてるっていう風な感じで、こう出生主義の人が子供を産んで、で過去の反出生主義者が出した問いとか、これってこうなんじゃないのっていうことに対して誰も合理的な答えを返せないがゆえに、新しくその出生主義の人たちが作った子供の中にまた新しく反出生主義だったり子供を産まないっていう選択をする人たちが出てくるっていう、現状があって、その淘汰っていう淘汰されるっていう言葉もなんかすごく現状をすごく理解できていなくて、なんかまともに話ができないというよりかは、この物事のこのすごくこう狭めたところしか見てないような意見なんじゃないかなって思って、この淘汰とは何か、遺伝子とは何かっていう説明とともに、この動画を撮ってみました。いろいろなぜ反出生主義というものが淘汰されないのかっていう説明も多分したんですけど、この動画の中で。とにかくその反出生主義というものを淘汰したいのであれば、基本的には反出生主義と対話するしかないと思うんですね。でもそれをこいつらはどうせ淘汰されると言ってその対話を拒んだり対話をしないような姿勢を示すっていうのは、結局それ反出生主義に対して合理的な意見を返せないっていうふうなことにつながって自然とつながってしまって、それがゆえに新しく産んだ子供たち、その子供たちが反出生主義にならなければ反出生主義は淘汰されるのに、そういうふうに反出生主義が淘汰されないっていうのは、そこにまだ人類が答えを出せてない、もしくは答えを一生出せないかなのかなっていうふうに、思っているんですけど、とりあえずわかるんですよ。淘汰だったり遺伝子が途絶えるみたいな、そういうちょっと中二っぽいっていうか中学生とまで言わない、なんかちょっとガキっぽいようなことを言って上からけなしたくなるっていう感情は多分人間誰しにもある、もしくは過去にはあったような過去にそういう感情というかそういう傾向があった人は多いと思うんですけど、だけどそういう人、そればっかりしていると結局は
言ってるように反出生主義の淘汰、子供を産まない人のっていう人がいるっていう、そういう人たちの淘汰にはならないし、適切な答え、合理的な答えではない。例えば自分の遺伝子っていう概念すら、まあ、現状だと、例えば、その自分の遺伝子を残すっていう概念、作り上げた概念を受け入れる人っていうのは一定数いると思うんですよ。50% 以上は、子供を作った人たちっていうのは、それに賛同する人っていうのは多いとは思うんですけども、人類の傾向として、世代が経てば経つほど、世代を下れば下るほど、世代をまたげばまたぐほど、基本的にその周りの人類の周りの環境っていうのが進化していくわけですから、その2世代前3世代前より現代未来の子供の方が賢くなる傾向には絶対的にあると思うんですね。そうするといずれかどこかで自分の遺伝子を残すっていうもう自分の遺伝子っていうこの考え方のそれって違うくない？間違ってない？学術的にも間違ってないかっていう、ふうに思える世代、そう思う人が多数になる世代っていうのが、必ずというか賢くなればなるほどそういう未来が来てしまう、いずれかの世代でっていうどうしようもない、状態というか、現実があるんで、そろそろその出生主義の人たちは自分の遺伝子を残すとか、こいつらを淘汰されるっていう言論に逃げるのではなくて、そういう言葉でごまかすのではなくて、しっかり反出生主義だったり子供を持ちたくないと言ってる人のこの話というか理論に向き合うべきなんじゃないかなと、そういうふうに思って、この動画を撮りました。この動画の多くはこう生物学、進化生物学に対する誤解をしてる人って多いよねっていう話ではあるんですけども、思想っていうのはこれまた生物学とかとはまた別でもあるんで、一括りにはできないはずなんですけども、それを生物学の言葉を使って自然淘汰だったり遺伝子っていうことを含めて何か反出生主義を揶揄するというか反出生主義に対する意見を述べる人がいるので、そこはまず第一に生物学、進化生物学っていうのは常に更新され続けている学問でもあるし、これは生物学のこういう話っていうのは義務教育に習ってるはずではあるとは思うんですけども、もしくは高校の生物の話だったのかな。いやでも義務教育に習ってるはずではあると思うんですけどね。何せ生物学の言葉を借りるなら正しく生物学、進化生物学の認識というものを、認識というかそういうものを理解できるようになった方がいいし、思想と
進化論、進化生物学、生物学っていうのはまた別でもあるんで、思想の受け継ぎと遺伝子、例えば遺伝子の、我々は遺伝子を受け継ぐという表現しますけど、遺伝子の受け継ぎだったりとかっていうのはまた別ではあるんで、なんかそこを何か紐付けて、こう淘汰だったり遺伝子を残せない負け組みたいな感じの言葉を使ってこう、ある種その反出生主義に対する議論から逃げるっていうのはあまりこの人類の将来にとっても良くないんじゃないかなっていうふうに、なんか問題から逃げているだけであって、例えば出生主義の人たちからすると反出生主義の人たちを減らしたいとか思う人も一定数はいると思うんですよ。そういう思想はやめてくるとか、そういう思想を広めるなとか、例えばその1年前か2年前ぐらいだとロシアが、チャイルドフリーっていう思想を広めるのを禁止するように、確か国会議員というか、ロシアの国会議員がそういう法律を作ろうって言って、その数ヶ月後ぐらいとかになんか立法されたのかな、そこまで定かではないんですけども、そういう流れ、特にロシアっていうのはこう戦争をしてこう若い人員と国民の数が減っていって、子供を作らなきゃやばい、子供を増やさないとってなっている、国においてなんかそういう何ですか、反出生主義と似通った思想、チャイルドフリーっていう思想を広めるみたいな法律を作ろうとする動きは、あったんですけども、実際このロシアの例も見て分かる通り、少なからずそういう出生に前向きな人っていうのはその反出生主義的な思想を隠したがったりする傾向が、あって、それを抑圧させたいって思う傾向はあると思うんですけども、だけどその抑圧させたいからといってこうこの動画でも言った通り遺伝子だったり淘汰っていうなんか的を得ていないけどなんか社会から見ると、あまりその知識のない人からするとなんかスカッとするような言葉っていうのでこう抑圧というか、その反出生主義との議論対応を避け続けると一生この反出生主義っていうものが、自分の期待に反してこう増え続けていくっていう世の中にはなってしまうのは仕方ないことであり、その反出生主義が増える原因を作っているのは現状の出生主義者の人たちのこの態度だったり、社会での態度だったり、その反出生主義というものに向き合うこの姿勢も相まって反出生主義っていうのはある意味増え続けている、淘汰されていないんだよという、そういうお話でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。